ガリュウです。またお会いしましたとりあえずですね、前回の動画で、皆さんにお伺いを立てたんですけども、皆さんも本当優しくてですね、もう意外と嫌じゃなかったみたいで、大多数の方は僕のやりたいようにやればいいじゃないということで、本当に優しくてですね、嬉しかったわけですけども、今回もこの方法で撮らせていただきたいと思います。あとですね、ほんのわずかな人数なんですけども、やはり気持ち悪い、やめろみたいな感じのことをおっしゃる方いらっしゃいましたけども、そこは民主主義なんで、一日も早く慣れていただければいいかなと思っております。ということで、今日は僕にしてみれば珍しく釣り具屋に売ってる商品のレビューをしてみたいと思います。別に案件とかじゃないですよ。実際に使ってみてよかったので紹介してみようと思います。今日ご紹介するのはですね、こちらになりますね。マスタッドのキャスティング目指しジグでございます。マスタッドっていうメーカー、皆さんご存知ですかね。Z 世代の方はもちろんですね、Y 世代も全く聞かないメーカーなんじゃないかなと思います。我々、ベビーブームから X 世代の前期、ですね、プレイボーイとかをむちゃくちゃ読んでたバカな世代ですね。には非常に刺さるブランドなんじゃないかなと思います。プレイボーイといえば、開高健先生ですよね。開高武先生。偉大な芥川賞作家なわけですけども、実は僕ですね、この人に憧れて釣りを始めたんですよね。この人の釣りに関わる読み物っていうのはですね、本当に面白くて、もう多分ですね、今の若い子でも多分響くっていうか刺さるところはふんだんにあるんじゃないかなと僕は思うんですけども、もしよかったら今の若い世代の方も開高武先生の釣り文学の本、結構本当に面白いので読んでみていただければいいかなと思いますけども、僕もですね、その文章の中の世界観にも憧れてですね、当時の開高さんが使ってた釣りのブランド、もう本当とんでもない憧れを抱いてました。アブのリールですね、それからフェイミックのロッド、そしてマスタッドの針。このマスタッドっていうのはですね、漁業王国ノルウェーが誇るですね、世界最古にして世界シェアナンバーワンを長年にわたって続けている本当に偉大な針のメーカーなんですよね。針といえどもですね、当時は目玉が飛び出るような高級品で、僕貧乏学生では到底使えるようなものではなかったですよね。開高さんの小説やエッセイでですね、マスタッドの針をねじ曲げる怪魚とかですね、マスタッドの三本針をいとも簡単にへし折るピラニアとかですね、文面によくマスタッドで登場してたわけですけども、その登場するたびにひん曲げられたり折られたりしてるわけですが、僕は思うにですよ、思うにっていうかもうこれは間違いなく文章内ではいつも曲げられたりへし折られたりするんですが、魚がいかにすごかったかを表現するための比喩にこのマスタッドというメーカーの針を使われてたんです。マスタッドの針をひん曲げる、へし折るっていう意味で使われていました。それぐらいマスタッドっていうのは逆に強靭だったわけですよ。マスタッド、強靭なマスタッドの針をひん曲げる、すごい魚ということですね。先ほども言いましたけど、マスタッドは世界規模のフックメーカーなわけですが、このジグ、目指しジグはですね、マスタッドフィッシングジャパンというところが製作販売しているようですね。このジグの最大の特徴は、やはりネーミングにもなっている目指しの目ですよね。この目玉の部分にあると思うんですね。このように向こう側が透けて見えます。これは今までの発想ではなかったんじゃないですかね。水中に差し込む光の加減でいろいろなアピールが期待できそうですよね。僕が想像する最も有効なシチュエーションはですね、下から上を見上げて、なんか落ちてこねえかなと思ってる魚に対してはすごいいいアピールをするんじゃないかなと僕は思っています。僕はよく海中にカメラを落としていろんな動画を撮ってますけども、これはアングルの話なんですが、下から上を見上げて映像を撮るとですね、天気のいい日なんかはかなり深いレンジでも空の明るさがものすごく感じられる時はよくあります。上から降ってくるジグを実際に下から撮影すると、もうね、カラーなんてほぼほぼ関係ないんですよね。グローだったらまだしも赤金であろうが緑金であろうが、上から降ってくるジグは下から見るとただの黒い影でしかないんですよ。
多くのルアービルダーさんが言ってますように、魚にとって目は生物なのかそうでないかの見極め判断材料。捕食に関しては大きなターゲットになったりですね、ルアーにおいて目というのは結構重要な要素なんですよね。その目をですね、下にいる魚にフォール中にアピールするという、この発想すごくないですかね。僕はもうすごく面白いと思います。これはあくまでも僕が想像した人間目線の発想ですから、いつもの僕の妄想ファンタジーって言ってもいいかもしれませんけども、僕はそう思いました。はい。あとですね、実際に釣りをやってて感じたことはですね、このフックですね。特にこのリアのトレブルフック、ショートシャンク、ワイドゲーブですよね。このトレブルフックのフッキングがですね、もう実際に釣りしてすごく恐ろしくよく感じちゃったんですよね。例えが悪いんですけど、本当ギャング釣りに近いぐらいよくかかるんですよ。もちろん口の周りにフッキングすることが最も多いんですけども、僕が使った短時間の間でですね、こんな感じで尾っぽとかにフッキングして上がってくることも結構ありました。とにかくよく魚を拾ってくる、僕には相当このフッキングはいいなというイメージがありました。あと本体の形状ですが、このように左右非対称のデザインになっていて、実際にただ巻きでもよく泳ぎました。重量配分もやや後方に配置されてますので、シュワジギのキャスティングとかですね、飛行姿勢も良さそうです。ウェイトバリエーションは15、20、30、40、60g。フロントにもこのようにティンセル付きのアシストフックが装着されていて、価格も良心的です。なかなか面白いジグだと僕は思いましたので、皆さんにちょっとご紹介してみました。はい、よかったら使ってみてください。ということで、今日はマスタッドのキャスティング目指しジグの紹介をさせていただきました。ということで、また。何すれんかな。せっかくだから、マスタッド目指し。タイっぽいですね。ネリゴ。来た来た来た。これもネリゴやないかな。同じ方やね。練り子やこれね。お、練り子ダブル。ちょっと待って。待て。カモが今忙しいみたい。よいしょ。あ、一匹消えた。一匹消えたよ。チェ。